葵の花に吹く時代の嵐、乱れて騒ぐ今日の空、誠の旗に集いつつ、誓う剣は雲を切る。身分の強者どこへ行く。芹沢鴨は処刑されたはずだ。幕末京都新選組の前身、身分浪士組の頂点に立っていた男、芹沢鴨。芹沢鴨は新選組に粛清されたはずだった。だがあの夜、芹沢を切ったのは人間じゃない。バーチャル怪談百物語。新選組の前身、身分浪士組、その初代筆頭局長は実は近藤勇ではない。芹沢鴨、水戸藩出身、神道無念流の免許皆伝、尊王攘夷の過激思想を報じた文字通りの狂った諸刃の刃だ。まず知っておかなければならない。芹沢鴨が何をした男か。大阪大和屋事件。大阪の商家大和屋に乗り込んだ芹沢は因縁をつけて金品を強奪。店主が拒むと新選組の大砲を通りに引き出し、撃つぞと脅した。白昼堂々、京都のど真ん中でだ。近くの住民は戸を閉め、子供たちは泣きながら布団に隠れた。これが尊王攘夷を掲げた男のやることか。相撲興行大乱闘事件。身分の近くで行われた相撲興行に芹沢は酒を持ち込み観戦していた。力士の一人が誤って芹沢の酒をこぼした。芹沢は逆上した。芹沢は即座に刀を抜き小屋を切り刻んだ。桟敷が倒れ、力士たちは逃げ惑い、見物客の女子供は悲鳴を上げた。しかし芹沢の刀は止まらなかった。止めようとした力士2人が切り捨てられた。骨まで達する深傷。血の海の中で芹沢は笑っていたという。仲間への刃、日常的暴力。酒が入れば同じ大使にも刀を向けた。稽古をつけてやると言いながら本気で切りかかる。新選組の大使たちは芹沢に背中を見せることを恐れていた。部屋に芹沢がいると分かれば理由をつけて席を外す。それほどまでにこの男は恐怖そのものだった。商家民家への押し込み。金が欲しくなれば商家へ押し入る。酒が飲みたければ料亭を脅す。会津藩お預かりの身でありながら芹沢のやることは無法の限りを尽くした。会津藩からの苦情は積み重なり、やがて芹沢を何とかしろという密命が近藤勇に降りた。そしてもう一つ、芹沢鴨には他の大使が誰も持っていない何かがあった。水戸藩で学んだ水戸学、そして神道無念流の奥義。その剣技はあの神道沖田総司でさえ正面から受けたくないと評したという。このまま芹沢が新選組にいると統制が取れないばかりか、誰も太刀打ちできない。彼の愛するものは暴力、酒、女だから芹沢鴨は消された。しかし粛清された側の人間がなぜここまで恐れられたのか。おかしいとは思わないか。おかしいんだよ。史実をなぞるだけじゃ芹沢鴨について説明がつかないことが多すぎる。この夜、身分八木家で何が起きたのか、本当のことは記録に全く残っていないんだ。文久3年9月18日、京都を激しい豪雨が叩きつけていた。雨音だけが響く身分八木家の夜。宴を終えた芹沢鴨は酒に酔いつぶれ、愛称のお梅と共に深い泥のような眠りの中にいた。外では雷鳴が遠くうなっている。その音に紛れて4つの影が土間に踏み込んだ。
土方歳三、沖田総司、山並圭介、原田佐之助、いずれも新選組の精鋭。刀は抜かず足音を殺し、障子の向こうへにじり寄る。芹沢の枕元には愛刀大和守安貞が置かれていた。その柄には眠ったままの指がそっと触れている。まるで刀が主人に語りかけているかのように。目撃者八木家の子為三郎。八木家には子供がいた。八木家の次男坊為三郎。当時はまだ10歳にも満たない年齢だった。芹沢鴨はこの八木家に逗留しながら、時に子供たちに読み書きや剣の心得を教えていた。怒ると恐ろしいが、機嫌のいい時の芹沢は子供たちに菓子を与え、剣の話を聞かせた。子供たちにとって芹沢は怖いけれどどこか不思議で憧れてしまうような大人だった。その夜、為三郎は眠れなかった。激しい雨と雷、そして屋敷のどこかから聞こえる大人たちの押し殺した気配。為三郎は布団の中で息を殺していた。しかし障子の隙間から為三郎は見てしまった。芹沢先生が血まみれで廊下を歩いている。倒れそうで倒れない。何かに引きずられているようで、でも足がちゃんと動いている。そしてその背後に為三郎は見た。人ではないものがいた。真っ黒い霧のような塊。首に大きな数珠を巻いている。その手が芹沢の肩を包んでいた。為三郎は声も出なかった。泣くことも叫ぶことも逃げることもできなかった。ただそのものが一度だけ為三郎の方を向いた。目があったと為三郎は後年語ったという。顔はなかった。でも確かに目があった。そして笑っていた。為三郎はその夜以来3日間熱で床に伏せた。何を見たか生涯家族にも話さなかった。ただ一度だけ老いた晩年に親しい者にだけ打ち明けたという。芹沢先生は人間に殺されたんじゃない。連れて行かれたんだ。最初からそう決まっていたんだ。誰だ。起きたか、土方か。待ってたぜ。重いまぶたを開けた刹那、室内が稲妻の光で白く染まった。その光の中に4つの人影が浮かぶ。その時誰も動いていないのに畳がきしんだ。芹沢は刀に手を伸ばした。しかしその一瞬早く、凄まじい肉の断絶音、痛烈な三段突きが芹沢を突き刺した。芹沢さん、地獄へ行く前に味わってください。これが僕の剣。しかし芹沢は倒れなかった。血を吹き出しながら障子を突き破り、隣の部屋へと転がり込む。お梅の悲鳴が夜に溶けた。この俺をただの人間が切れると思うたか。立ち上がった。全身から血を流しながら、それでも芹沢鴨は立ち上がった。その時土方たちは見た。芹沢の背後に黒い霧のようなものが立ち上っている。あれは人の形をしていなかった。人？いや、ヒグマほど大きい。首から巨大な数珠をかけた異形の腕が
ゆっくりと芹沢の肩を掴んでいる。土方は一瞬動けなかった。化け物め、貴様を切るのは俺たちの仕事ではないということか。芹沢はその言葉を聞いていたのかもしれない。ゆっくりと振り返り、その顔に初めて恐怖ではなく安堵の色が浮かんだ。人中報告、尽くして果てて、それでもまだ足りぬというのか。轟音、落雷が八木家の屋根を揺らした。史実では芹沢は部屋を逃げ回り、うずくえに足を引っ掛けて転倒したと記録されている。だがその場の近くで息を殺して見ていた者がいた。八木家の子為三郎だ。廊下の暗がりに張り付いて障子の隙間から見ていたのだ。芹沢はうずくえにつまずいたのではない。床から手が出ていた。人間の手ではない。大きすぎる。指の数がおかしい。そして首に数珠を巻いた大きな何か。足首をつかまれた芹沢は一瞬だけ動きを止めた。血まみれの顔が床を向いた。為三郎にはその時の芹沢が何かを言ったように見えた。声は聞こえなかった。しかし唇の動きから為三郎は読んだ。迎えに来たか。最後の人たちが振り下ろされた時、黒い霧は芹沢の魂ごと奈落の底へ消えていった。ただしこの夜、その刀は一度も芹沢鴨を切っていないという。奴を切ったのは誰だ。お梅、消された商人。愛称のお梅は生きていた。少なくとも粛清の夜が明けるまではお梅は全てを見ていた。芹沢と同じ部屋で眠っていた。4人の男たちが踏み込んでくるのを見た。沖田の剣が芹沢を突くのを見た。そして物が現れるのも見た。お梅は悲鳴を上げた。それが命取りだった。口を割るな。新選組にとってお梅の証言は何よりも危険だった。芹沢鴨を粛清したのが会津藩の命による組織の決断であればまだいい。しかしあの夜に人間以外の何かがいたとなれば、それは新選組の根幹を揺るがす話になる。お梅が死んだのは粛清から間もない頃だったとされる。公式の記録では病死。しかし当時の八木家の者たちはこう伝えている。お梅は死ぬ前の数日間ずっと何かに怯えていた。部屋の角を見つめたまま動かなかった。来ないで。誰もいない方向に向かって繰り返していた。口封じのために消されたのか、それともお梅が見たものが今度はお梅を迎えに来たのか。お梅が最後に残した言葉はこうだったという。芹沢さんが読んでる。後に沖田は語ったと伝わる。あの夜の感触だけは今も右手に残っています。刃が止まった気がした。何かにせき止められたようにです。史実では大使たちが切ったことになってる。でも最後の人たちだけは誰のものでもない。沖田の刀には血痕も刃こぼれもなかったという。今も身分の屯所には芹沢鴨の墓が残る。だが雨の夜、浅木色の男を見たという話は消えていない。その男は酒の匂いを漂わせながらこう言ったという。誠はどこへ行った。
鴨の河原に千鳥が騒ぐ。またも血の雨涙雨。武士という名に命をかけて新選組は今日も行く。恋も情けも矢玉に捨てて軍重ねる鳥羽伏見。共に白羽を寂しくかざし新選組は月に泣く。菊の香りに葵が枯れる。枯れて散る散る風の中、変わる時世に背中を向けて新選組よどこへ行く。 Under the blood moon, a shadow walks, still whispers, the mountain top, 1,000 battles, a single name, lost to the silence of the rain. This is why you saw whose cause no wonders at their God with thee. And